これから起こる出来事で価格の二重化が起きます。なので日本だとだいたい5万円ぐらいだとその日本人が払ういいホテルになると思うんですけど、だいたい1泊15万円とかを外国人とかがなんかお得じゃんみたいな、広くていいじゃんみたいな感じでバンバンが払って泊まっていくみたいな。なんとかモーターのようなブラック企業がなくならないのはなぜでしょうか。また何千人も社員がいるのから不正を見過ごしていたのか不思議になりません。ブラック企業だけども法律に触れてないし、多分、あの会社の創業者の人逃げ切れるんですよ。結局その上場企業でもないので、今まで儲かってたものを損害賠償で支払えという判決をどこかからもらうというのも多分ないので、多分勝ち逃げなんですよね。で、今までのようにボロ儲けはできないけど、今までやった、その儲けた分というのは何の問題もなく資産として保全されるので、なのでやったもん勝ちっていうのが日本の状況なので、アメリカの場合ってそういうのがよろしくないよねっていうのがあって、懲罰的賠償っていう仕組みがあるんですよ。例えば仮の話ですよ。仮にその街路樹にその除草剤を撒いて見えやすくした方が売り上げが上がるよねっていうのをやりました。で、除草剤が撒くのは良くないよね。なので、じゃあその街路樹を、その損壊したというので、損害賠償いくらっていうと、多分数十万円なんですよ。で、じゃあ数十万円払って終わりなんで、それだったら除草剤撒いた方が得だよねっていうことになっちゃうんですよね。で、アメリカの場合だと、その懲罰的賠償っていう仕組みがあって、要は悪いことをしてボロ儲けをしたんだったら、その悪いことに対して悪いって思うぐらいの金額取ろうぜって話なんですよ。要はその、本来であれば、その植物を枯らせたというのは10万円なんだけど、でも10万円毎回払ってもいいじゃんっていうめちゃくちゃ儲かってる会社だったらやったもん勝ちになるから、1000億円払えってなったら困るでしょ。じゃあ、困るだけの金額で1000億円払えやっていう、どれぐらい困るかっていう、その会社がお金を持ってるんだったら、賠償金はもっとでかくするぞっていうのが、アメリカの懲罰的賠償っていう考え方なんですよ。なので、エリン・ブロコビッチっていう、ジョディ・フォスターじゃねえや、ピティ・ウーマンの、役者さんがやってる、映画があるんですけど、科学系のアメリカの会社が、その、川に、化学薬品ばらまいてたんですよね。で、ちゃんと処理するより、ばらまいた方がコスト安いよねっていうので、分かってたんだけど、ばらまき続けたんですよ。で、エリン・ブロコビッチさんが訴えて、で、もう対処しないんだったら、お前らの会社の全世界の売り上げの1週間分かなんかを払えっていうので、結果としてあれ、70億円だっけ ?100 億円だっけなんか、それぐらいの額取ったんですよね。ジュリア・ロバーツね。はい。っていうので、割とすげえ額の金を取るっていうのがあって、その結果、やっぱりそういう悪いことするの良くないよねっていうので、割とアメリカの会社っていうのはきちんと対応するっていうのをやるようになったっていうのがあるんですよね。なので、よくバカ話で、コーヒーが熱いというので、訴えて、で、あれも確か数億円かなもらったんですよね、マクドナルドから。要は、マクドナルドをコーヒーが熱いっていうので訴えて、数億円取ったやつがいるっていうので、割とその日本、アメリカの訴訟社会が良くないよねという例として出されるんですけど、僕その例は間違ってると思っていて、あの、マクドナルドは通常よりもコーヒーの温度を高くしていたんですよ。で、その結果、火傷をする人というのがいて、で、後遺症になる人もいますっていうのの報告書も上がっていたんです。でも、温度を高くし続けた方が、売り上げが上がるよねというのがあって、高い温度が良くないという報告書があるにもかかわらず、無視をしていたんですよ。結果として、火傷した人が出てきたので、全世界の売り上げのいくら分かを払えっていう判決が受けて、結果として、マクドナルドはコーヒーの温度を下げたんですよ。90度かな。っていうのもあって、あれはその、コーヒーが熱いから訴えたっていうアメリカの訴訟社会良くないよねっていうふうに取られてるんですけど、僕はその、怪我をするのが分かっているにもかかわらず、金のために高い温度を維持しているというのは、その5万円、10万円取っても解決しないから、数億円払えっていう判決を出すことによって、アメリカのマクドナルドの行動を変えるという意味で、懲罰的賠償が役に立った例だと思ってるんですよ。なので、同じ裁判でも世の中の人って受け取り方が逆なんですよ。で、
僕はその懲罰的賠償な結果、今後やけどする人がいなくなったというので、僕は懲罰的賠償が正しいと思ってるんですよ。マクドナルドの例を出すときに。でも割と日本の人って、その、懲罰的賠償でなんかコーヒー熱いぐらいで数億円って良くないよねっていう風な、懲罰的賠償システムが良くない例としてマクドナルドの件を出すんですよ。なんか、同じその件を扱うにしても、その物事の捉え方っていうのが全然違うっていう話なので、不思議だよねっていうね。インバウンドの政策の目的って何？観光やサービス業以外の人って混雑取ってたからしいことないんですが、一応観光業が日本の GNP に占める割合でいくと7%と言われていて、なのでまあ7%ぐらいの人がその観光だったり、まあ、飲食店だったりとか、そのなんか移動公共交通機関だったりとかタクシーとかだったりっていうところでお金が回るって言われてるんですけど、で、まあ、その円安になってくると外国から見ると割安になるので、なので外国の、観光客がいっぱい来て儲かるからインバウンドいいよねっていう風になるんですけど、で、これから起こる出来事でもうちょこちょこ起き始めてるんですけど、価格の二重化が起きます。まあ、タイとかが昔からそうなんですけど、外国人向けのホテルだとだいたい1泊3万円なんですけど、タイ人の行く高級なホテルは1泊1万円みたいな、要はその国の国民が行く高級なホテルというところと、外国人向けの大体その相場から3、4倍するけど、まあなんかその国の国民から見たらこれぼったくってんじゃねえのって言うんだけど、外国人は喜んで払うっていう、そういう割と二重価格が東南アジアの国って結構多いんですよね。なので日本だとまあ大体5万円ぐらいだとその日本人が払ういいホテルになると思うんですけど、大体1泊15万円とかを外国人とかが、なんかお得じゃんみたいな、広くていいじゃんみたいな感じでバンバンがまあ払って泊まっていくみたいな。で、やっぱ日本人から見ると、その1泊15万で2泊で30万とか、ちょっと厳しいんじゃないですか。それ、もうだって1ヶ月の給料ぐらいっすよみたいになるんですけど、外国人から見ると、まあそんなもんでしょっていうので、なんでその国の国民の行けるものと外国人の行けるものっていうのがだいぶ変わってきて、で、外国人向けのところは、ベースが英語にあります。なので、まあ、例えばタイのそのホテルとかで、タイ人も行く高級なホテルに入ると、受付の人とかは、まあ、サワディーカーとかタイ語で話しかけてくるんですけど、タイのまあ、外資系のそれなりに1泊5万円ぐらいするホテルとかに行くと、まず最初から英語で話しかけられます。で、多分日本もね、多分一部そうなってるんじゃないかな。もう最初から受付の人とかが英語で言ってきてっていう、そういう感じになるんですけど、これが多分加速化していくので、なので今後はもう日本人を最初からターゲットにしないっていう。なので、トマムとか、あそこら辺の北海道の方とかの苫小牧とか、あっちの方が、苫小牧じゃねえや、なんだっけ、トマムリゾート。なので、なんか、そういう、外国人がバンバン、なんか不動産買ってますみたいな、もう外国人向けにやってます。なので、店員さんも基本外国語喋れる人が雇いますみたいな感じになって、で、時給、ニセコか。ニセコが時給なんか2000円だか3000円だか、コンビニの店員でも行くらしいんですよね。